個体値厳選、努力値振り、レベル上げ。ポケモンの育成環境は25年以上もの歴史の中で、様々な進化を遂げた。今回はその歴史について解説するぜ。難しいわ。レ夢ムが調べ物なんて珍しいな。別にいいじゃない。ポケモンの育て方について勉強してたのよ。おお、そうだったのか。でもよくわからなかったの。まあポケモンの育成方法をしっかり理解するのは大変だからな。昔のポケモンはもっと育てるの簡単なんじゃないかなって思うの。そんなことはないと思うぜ。いや、きっとそうよ。マリサ、今回は今までのポケモンの育成方法について教えて。わかったぜ。じゃあまず第一世代って呼ばれてる赤緑青黄番から触れていくんだけど、ポケモンの育成フローは大きく分けて個体値厳選、努力値振り、レベル上げがある。今回は主にこの3つについて話していこうと思うぜ。わかったわ。まずは個体値厳選から説明するぜ。初代では個体値が0から15で割り振られた16進数で決まっていて、レベル50で1ずつ、レベル100で2ずつ実数値に差が出る仕組みになっている。16進数。16進数っていうのは0から9とアルファベットの A から F を使用して表現される数字のことだ。個体値の上限が15だから、F の個体値が剣立てでいう最高に相当する。よくわからないけど F を狙っていけばいいってこと。そうだ。第一世代のステータスは HP、攻撃、防御、特殊、素早さの5つ。このうち HP は他ステータスの組み合わせによって個体値が決定するため、狙うべきは残り4つの最高値である 4F ということになる。確率にすると65,536分の1だ。低すぎない。実際は草むらで出会うポケモンの個体値パターンは7000前後で、4F は出現しないんだけど、こうした事情から、ある程度妥協した個体を狙うことになるんだ。まあ最重要ステータスの素早さ、次に重要な攻撃の F を狙うだけでも、単純確率で256分の1、骨の折れる厳選作業と言えるだろう。そうね。でもさっきより現実的な確率だわ。レベル上げは四天王でいいんだけど、努力値ぶりも大変なんだぜ。努力値っていうのは各ステータスに溜まっていく経験値みたいなもので、一定数値まで貯めると努力レベルが上がるんだ。努力レベルが上がるとステータスも上昇するんだけど、最大まで振るには22番道路に出現するミドランオスを、1000匹狩る必要があると言われてたんだ。1000匹も。ああ。本当は936匹でいいし、他に出現するポケモンも狩る方が効率がいいことが、明らかになったんだけど、それでも多いよな。実際やってみたら10時間ぐらいかかったぜ。10時間。四天王と並行して努力値を振るのはダメなの。当時の大会ルールではレベル50から55までのポケモンしか参加できないから、四天王周回だけで努力値を振ろうとすると大会に参加できなくなってしまうんだ。じゃあちまちま野生を倒すしかなかったのね。おそらくな。ちなみに1999年4月に発売したポケモンスタジアム2では条件を満たすと、初代ポケモンを4倍速で遊べるドウドリオ GB っていうモードが追加されたんだけど、同年11月に第2世代となるポケモン金銀が発売されたから、育成環境の改革にはあんまり関与できなかったんじゃないかと思うぜ。金銀クリスタルは第2世代と呼ばれていて、育成システムは初代を踏襲している。大きな違いは卵、ポケルスの登場だな。まずは卵から聞こうかしら。育て屋さんに卵グループが同じであるオスとメス、もしくはメタモンを預けることで、ポケモンの卵が見つかるようになったんだ。野生を捕まえまくるよりは楽そうね。そうだな。第2世代の厳選はやや特殊で、攻撃は性別依存、防御は親から遺伝、特攻と特防は2分の1で親から遺伝、素早さはランダム。これらの個体値によって HP の個体値も決まるというシステムで、あらかじめ個体値の高いポケモンがいると厳選しやすいんだ。なんだかややこしいわね。確かにな。当時のプレイヤーが仕様をどこまで理解していたかわからないが、理想的な親個体を確保できていれば、素早さと攻撃の個体値を粘ればいいって考えると、そこまで厳選難易度は高くないかもな。マリサ、感覚がおかしくない？普通に面倒そうだわ。あとさっきから気になってたんだけど攻撃の性別依存っていうのは何なの？オスとメスで攻撃の個体値に差があったんだ。これは第2世代特有の仕様で、以降は攻撃の個体値と性別は関係なくなったんだけどな。ジェンダー的な問題に発展しそうね。だな。次にポケルスだ。これは戦闘後に65,536分の3の確率で感染するポケモンの病気のことだ。病気になっちゃうの？病気といっても害はなく、
感染すると努力値が2倍入るから、育成に必要な要素の一つだ。第2世代ではタウリンやマックスアップなどのアイテムをフルドーピングしても、アンノーンを780匹倒す必要があるが、ポケルス付きなら390匹で済むんだぜ。どっちにしろ大変そうだけど、半分で済むのはお得だわ。あとなんで金銀ではアンノーンを倒すの？アルフの遺跡ではアンノーンしか出現せず、レベル5固定で出現することから、取得経験値から買ったアンノーンの数を逆算できるのが大きいと言われている。倒したポケモンの数を数えるのは大変だからな。私も今まで食べたパンの枚数は覚えてないわ。ポケモンをパンみたいに言わないでくれ。あとは育て屋さんに預けると経験値が 0% になる仕様が追加されて、伝説の山頂のように元のレベルが高いポケモンの努力値ぶりも楽になり、経験値が 1.5 倍になる幸せ卵の登場で四天王でのレベル上げもしやすくなったんだぜ。この調子だとどんどん育成が楽になっていきそうね。霊夢の予想とは裏腹に、第3世代のルビーサファイアエメラルドでは育成難易度が格段に上がったぜ。なんで？個体値の仕様が変わり、性格という厳選要素が追加されたからだ。個体値の仕様？そうだ。金銀までは個体値26進数が使われていたんだが、RSE からは32進数が用いられ、最高値は F ではなく V になった。簡単に言うと狙う個体値の出る確率が16分の1から32分の1になったってことだな。ってことは、2倍難しくなっちゃったのね。そんなもんじゃないぜ。2箇所の個体値を粘る場合は16進数なら16の2乗分の1で256分の1。32進数なら1024分の1。粘る個体値の箇所に比例して厳選難易度も上昇していく。1024分の1の時点で引ける気がしないわ。ただ金銀同様、親の個体値が高ければ厳選はしやすい。ルビーサファイアエメラルドでは親からの個体値遺伝箇所がランダムで3箇所になり、親の 1V を引き継がせて 2V を作ってって感じでやれば、1024分の1の確率と向き合う必要性はないぜ。いや普通に大変そうだわ。次は性格についてだ。ルビーサファイアエメラルドから性格によって得意箇所が 1.1 倍、苦手箇所が 0.9 倍の補正がかかるようになり、計25種の性格が実装された。どのポケモンでも狙いたい性格は一つに絞られるが、性格はランダムだから、いい個体が出ても25分の1の壁を越える必要があったんだ。きつすぎない。エメラルドでは救済として変わらずの石というアイテムに効果が追加され、持たせたポケモンの性格が2分の1の確率で遺伝するようになったぜ。特性シンクロのポケモンが戦闘の時、同じ性格の野生が 50% で出るようになったのもエメラルドからだ。それは画期的ね。だな。負荷作業は炎の体やマグマの鎧の特性を持つポケモンで、負荷歩数を減らせるし、他の要素も簡易化されたと言えるだろう。詳しく聞かせてほしいわ。努力値は、倒したポケモンの最も高いステータスがポイントとして加算され、合計で510フルルールに変わり、努力値ぶりに戦略性が出るようになったほか、強制ギクスという取得努力値を2倍にするアイテムとポケルスを併用すると、128匹狩れば努力値ぶりが終了するようになったぜ。128匹。レベル上げはワイヤレス通信で秘密基地を交換すると、1日1回その人と戦えるから、攻撃技を覚えてないレベル100のポケモンを6匹用意すれば、レベリングは多少楽になったんじゃないかと思うぜ。四天王を倒しまくるより楽そうだわ。第4世代のダイヤモンドパールプラチナ、ハートゴールドソウルシルバー以降はルビーサファイアエメラルドの努力値と個体値の使用が引き継がれるものの、育成の難易度は徐々に下がっていくぜ。大きな変化はパワー系アイテムの追加だな。何それ？パワーウェイトなど名前の頭にパワーがついたアイテムのことだ。これをポケモンに持たせて戦闘すると、追加の努力値を4得ることができる。ポケルスの効果が相乗すると1回の戦闘で努力値を約10得ることができるから、努力値ぶりはポケモンを51匹倒せば済むようになったんだ。ニドランオスを900匹以上倒さなきゃいけなかった頃と比べると、めちゃくちゃ進化してるわ。ハートゴールドソウルシルバーでは、パワー系アイテムにさらなる効果が追加された。卵を産む親に持たせると、個体値を1箇所確定で遺伝させられるようになったんだぜ。それってそんなに大きいことなの？最重要ステータスの素早さを V で固定できるだけでだいぶ違うんだぜ。もう片方の親には変わらずの石を持たせて性格を固定することになるけど、2V から 3V を狙うのがかなり現実的になったんだ。なんかこう、もっと楽にできる方法ってまだないのかしら？一応あることはあったぜ。
親とする個体はメタモンがほとんどで、高個体値のメタモンを持っているかどうかが、厳選スピードに直結してたんだけど、外部ツールを使うと意図的に 6V メタモンを入手できたんだ。外部ツール？それってチート？一般的に乱数調整って言われてて、チートではないけどグレーゾーンだから。今回はあまり触れないでおくぜ。そしてレベル上げに関してはギャラボムを紹介しようと思うぜ。ギャラボム？ダイヤモンドパールプラチナでできる効率のいい経験値稼ぎで、222番道路にいる釣り人の達夫が持つギャラドスを、ハードマウンテンで捕獲したマタドガスの大爆発で倒しまくる手法のことだ。へえ、その人とは何回でも戦えるの？バトルサーチャーを使うとノラトレーナーとの対戦フラグを立てることができるんだ。大爆発で瀕死になったポケモンは、ホテルグランドレイクっていう施設で回復できて、そことタツを往復するとちょうどバトルサーチャーの充電が溜まるんだぜ。めちゃくちゃ便利そうね。ルビーサファイアエメラルドの秘密基地は1日1回ずつしか対戦できないし、通信が必要なことを考えると、オフラインでいくらでも経験値を稼げるギャラボムは、重宝した人も多いんじゃないかと思うぜ。そしてこの世代では全てのポケモンをレベル50にしてバトルできるルールが追加され、経験値を強化する心配なく育成できるようになったんだ。第5世代はブラックホワイトとブラックホワイト2が該当するぜ。最も大きな進歩はブラックホワイト2から、変わらずの石の性格遺伝率が 50% から 100% になったことだ。ついに 100% になったのね。ああ。他にも細かい点で利便性が増してるから紹介するぜ。まずはポケモンの個体値を教えてくれるジャッジだ。エメラルドからこの NPC はいたんだけど、今作から個体値 V の箇所を複数教えてくれるようになった。そして今までは個体値の詳細が知りたい場合、攻略サイトを見ながらタウリンや不思議な飴をあげて、調べなきゃいけなかったんだけど、バトルサブウェイという施設が追加され、その必要がなくなったぜ。この施設で戦うポケモンは、その時だけレベル50になるんだ。それで何かいいことがあるの？レベル50っていうのは個体値が0から31のどこに相当するか2択まで絞ることができるレベルで、個体値の確認作業がかなり楽になったんだぜ。へえ、そうなのね。レベル上げは多分ねっていうドラクエのメタルスライムみたいな、経験値が美味しいポケモンが出るようになったぜ。とうとう経験値稼ぎに便利なポケモンが出てきたわ。はい、リンクで入手できるデル玉を使うと負荷歩数減少、経験値増加、ショップの値引きができるようになったり、ブラックホワイト2で追加されたジョインアベニューでは、努力値振りを行う施設やレベル上げができる施設、努力値をリセットできる施設の設立が可能になった。このように、育成が楽になる要素が盛り込まれたのが第5世代だな。第6世代に当たるのは XY、オメガルビーアルファサファイア。この世代では個体値厳選において大改革が起きた。第4世代から存在する赤い糸にある効果が追加されたんだ。ある効果？ああ。赤い糸を親となるポケモンに持たせると、最大5箇所、個体値が遺伝するようになったんだ。それってそんなにすごいことなの？親個体が 2V と 3V でも、V 箇所に被りがなければ 5V を狙えるって考えたら革新的だったんだぜ。そもそも5世代までは 6V 同士を掛け合わせても 3V までしか遺伝しなかったしな。そしてこの仕様は、ポケモンの生みの親である増田純一さん公認だ。あの増田さんが、ゲーフリ的にも厳選環境は改善対象だったんだろう。不可のお供であるメタモンの厳選も楽になったぜ。どう楽になったの？ポケトレってアイテムを使って揺れた草むらに出現したポケモンと戦うと、バトル後に別の草むらが揺れ、高確率で同種のポケモンと遭遇できるんだけど、61回目以降のバトルでは 3V 以上のポケモンが確定するんだ。61回もバトルするの？大変そうに感じるかもしれないけど、1V すら確定しなかった頃と比べると雲泥の差だぜ。さっき言った通り、V 箇所に被りがなければ 3V の親同士でも 5V は狙えるしな。そういうものなのね。実際やってみないとピンとこないかもしれないな。他には群れバトルっていう5匹同時にバトルできる要素が追加され、一度に5体分の努力値を得られるようになった。ポケルスやパワー系アイテムを併用すれば、10回ほどの戦闘で努力値を振り終えることができる。レベル上げはどうなったの？オメガルビーアルファサファイアではハピナス道場っていうレベル上げが確立したぜ。ハピナスも多分ね同様、経験値の多いポケモンで、自滅技の癒しの願いを覚えたレベル100ハピナスを、6匹用意した秘密基地に行くことで経験値を大量に稼ぐことができるんだ。でもそんなポケモンを用意してもらうのって大変じゃないかしら。
ネット上でハピナス道場の QR コードを公開してる人もいたし、そこまで難易度は高くないんだぜ。この頃からゲーム内でネット通信できるのが当たり前になってきたのも大きいだろうな。第7世代はサンムーン、ウルトラサンウルトラムーンだな。極論を言ってしまうと、この世代で厳選はほぼ必要なくなったぜ。今まで個体値は出会った瞬間に決まり、変更できなかったんだが、すごい特訓という訓練を受けると、個体値を最高まで引き上げることができるんだ。なんかデメリットとかないの？特にないぜ。強いて言うなら条件としてレベル100まで上げる必要があり、特訓をするために金の王冠を消費することぐらいだな。まあ全てのポケモンにこの育成方法を適用するわけにはいかないんだけどな。そうよね、レベル100にするのってすごく大変な印象があるもの。そうだよな。第7世代では第6世代で好評だった群れバトルに代わり、仲間呼びというシステムで努力値振りが行われるようになった。これには賛否両論だったが、パワー系アイテムの効果がプラス4からプラス8に倍増したこともあり、特段不便になることはなかったぜ。好評だったなら群れバトルのままでよかったんじゃない？確かにな。レベル上げに関してもラッキーが仲間呼びでハピナスを呼ぶことから、疑似的にハピナス道場が続投されたとは言えるものの、効率が上がったかどうかは難しいところだ。ゲームフリークも育成における裁量の形を模索してたんじゃないかと思うぜ。そうかもしれないわね。ちなみにサンムーンでは無限会話法っていうバグがあって、通信機能のフェスサークルで使える通貨を無限に回収する裏技なんだけど、これを使えば努力値振りやレベル上げは自由自在だったんだぜ。なんかまたグレーっぽい話だわ。まあな。一方、システム周りの整備は完璧で、ボックスに預けてる状態でポケモンの個体値を確認できるようになり、厳選作業はかなり楽になったぜ。最後は第8世代の剣盾だな。長かったわね。剣盾での主な育成環境の変化はミントの登場。ドーピングアイテムの上限解除、経験飴の実装だな。順番に説明していくぜ。わかったわ。まず性格を変更できるミントが登場したことにより、王冠と合わせてどんなポケモンでも対戦環境で使えるようになったぜ。入手も容易だから、剣盾の対戦を楽しんでる人はよく使うアイテムの一つのはずだ。ふむふむ。次にタウリンなどのドーピングアイテムについて、今までは各ステータス100までしか振ることができなかったが、努力値上限の252になるまで振れるようになり、努力値を稼ぐために野生ポケモンと戦う必要がなくなったんだ。とうとう来るところまで来たわね。剣盾は金策も豊富に用意されている上に、鎧の孤島でドーピングアイテムを半額で買えるから、アイテムだけで努力値を振るのは簡単なんだぜ。そしてレイドバトル後に入手できる経験飴のおかげで、レベル上げにも戦闘は必要ないぜ。剣盾でものすごく育成が楽になってる気がするわ。ああ、そうだな。レイドバトルでは星5のポケモンは 4V 以上確定だからメタモンの厳選もしやすくなってるし、育成の敷居はだいぶ下がってると思うぜ。厳選って大変そう。って思ってる人もチャレンジしてみてほしいんだぜ。今回は育成環境の歴史をざっと振り返ってみたけど、レイムどうだった？ポケモンの育成ってどんどん簡単になってきてるっていうのが分かったわ。次回作では A ボタンを押すだけで100レベルになったりしてほしいわ。楽しようとしすぎだろ。本当はもっと細かい要素も扱いたかったんだけど、尺の都合で話しきれなかったのは心残りだぜ。コメント欄ではぜひ当時の育成の話をしていってくれよな。剣盾の育成環境に満足してる人は高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。